皆さんの表情とか体の傾斜っていうところにぜひぜひ注目していただけると。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。今回はですね、アレックスさんのコレオグラフィーということで、新しいダンス映像が出てきたというところでございますので、こちら見ていきたいと思います。著作権の関係ございますので、音はこちらで聞かせていただいてというところになりますね。ご了承くださいませ。さあ、それでは行ってみたいと思います。Let's rock! Goats! おーもうすでに作り込まれてる。またテイストが違いますね。わーおーいやー、フィーリングが素晴らしい。わー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 やばくないですか？今最後に出ててくださったこのパーカーの方がアレックスさんですかね。いやー、すごい。いや、まず振り付け、音楽、テイストがもう、ものすごい世界観というか、一種の独特な空気感をまとっていくようなジャンルかなというふうにも思ったんですけれども、そこに対しての皆さんの表現力っていうところが素晴らしいですね。前回の振り付けとのニュアンスの違いでいくと、動きが結構柔らかく曲線の動き、こういう動きが多いと思うんですよね。全体的にこうまたゆったり見えてくるかなと。音楽の特徴みたいなところ、ツカツカ、ツカツカっていう部分の回し感みたいなものが振り付けの中でも現れてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、そのニュアンスっていうのは実は踊るときすっごく難しくって、はるくんのこの反り感とかを見ていただくとわかるんですけれども、こういう曲線をやっぱりこうかっこよく見せていくっていうのが、すごくダンスにおいては難しいポイントなんですけれども、今ここにいらっしゃる3名様見てると、本当にそのあたりのこのニュアンス、音に乗りながら、これ止まることなくっていう言い方ですかね。常によどみなく流れながら、縦横無尽にそのラインっていうこの線ですね。曲線を描きながら優雅に踊っていくっていう、その流れるようなグルーヴ感っていうものが、すごくこれは光ってるダンスですね。これはちょっとはるくんを中心にお話ししてますけれども、この後のこういうところの表情とかもそうですよね。からのこの首の回し感。このちょっと遅れて首が入ってきて、この残し感は素晴らしいですね。この今のストロークの部分、ここの軌道に対してゆったりそこに存在感を残すっていう、軌道の色の濃さみたいなものがしっかりと残ってるので、ゆったり動いてるんですけど、どこかにしっかりと重たさがあって、質感が残ってるっていうところなんですよね。で、こういうダンスの難しいところは、その流れの中での軌道にいかにこだわれるかっていう、意識の持続みたいなものが瞬発ではなく、やっぱり持続的な意識で見せていくっていうところになるので、そういうところでの難しさだったりとか、見せ方のこだわりっていうところが、より、求められてくるのではないかなっていうふうに思いますね。で、それが皆様に同様、今、はるくんのお話ししてますけど、同様に言えてくるところなんですよね。ケンくんのこの感じ、表情で、って持ってってる感じありますよね。ここから手をギューって持ってって押し出していく。お顔にも質感がちゃんと出ているというか、皆さんの表情とか体の傾斜っていうところにぜひぜひ注目していただけると。いい表情ですね、ともやくん。ここもね、かっこいいですね。この反り感とかも、今上からこう、あえて撮ってますけど、真正面から見たらだいぶこれ反ってるよねっていう。で、反った状態でステップを踏んでるっていうところですよね。だからさっきのその斜めの角度だったりとか、曲線だったりとかっていうところが、すごいこう大事になってるっていう、突っ立った状態で踊ってるのが、多分印象として少ないと思うんですよね。その突っ立った状態、この硬い質感じゃなくて、やっぱちょっと後ろに反りながらこういう風に踊っていくっていうところの、この滑らかさというか、曲線ですね。全体的にちょっとこう丸みを帯びたダンスっていうところ。このステップ感とかもね、表情素敵ですね。ゆうひくん。手の出し方とかの、ちょっとこう持たれる雰囲気というか、粘りっこさみたいな、こういうところですね。表情が素敵ですね。うわー。いい表情と、今のこういう首の振りとか、音楽を聴いて、こう浸ってる感じとかも素晴らしいですね。うわー、すごい振り付けですね。もう、ともやくんの表情とか体の使い方が素晴らしい。この、ぐにゃって
っていう風に取っていくところ、膝も外だし、肘も外だしっていうところの、こういう軟体感っていうんですかね。リズムに対して、やっぱりこう丸く取っていくというか、曲線で取っていくっていう。この、やっぱり構成もそうなんですけれども、形、画角、ちょっと上向きに皆さんが表現されてて、カメラさんも上からこう撮るじゃないですか。っていうところでより、この手の動きとか面が見えてくるっていうところなのかなっていうふうに思いますね。大きいダイナミックなこういう体の使い方と、はたまた手元のコンパクトな、このあたりの手のニュアンスで見せていくっていうところのまたコントラストが気持ちいい部分かなっていうふうに思いますね。要素としては共通してるんですけども、動かしていくパーツの部分のやっぱりメリハリみたいなところとか、皆さんのこの筋繊維がうなってますね。これは素晴らしいです。めちゃめちゃかっこいいですし、すごく難しいダンスを実は皆さん踊られてるっていうところが今回のポイントだと思います。で、そのクオリティがすごくやっぱり高くて、本当にこうチームとしての作品としても見ることができるというか、一体感というか、なんかその、アレックスさんのワークショップに参加した人たちが踊ってますじゃなくて、ちゃんとチームとして、ネクスジさんたちのそのチームの色味になってるっていうところがまたポイントなんじゃないかなというふうに思ってるところでもございます。これは本当に素晴らしいですね。この前のダンスの時も、すごくかっこよかったんですけど、今回またバージョンアップしてらっしゃるっていうふうに、なんか毎日更新されていく感じですかね。この成長率っていうところは非常に楽しみなんじゃないかなっていうふうに思いますし、ボーイズグループさんとしてここまでやっぱり表現力が高いっていうのも魅力ですね。これは結構色濃く印象に残るグループさんだなというふうに思いますので、これからも引き続き注目して見ていきたいなというふうに思っているところでございます。ということで、皆様の感想もぜひぜひコメント欄よりいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。